ノマドスカルプトで作るリップケースの作り方をご紹介します。字幕もありますのでご利用ください。ノマドスカルプトでモデリングをした後、STL で保存し、3D プリンターで出力します。この時、寸法を決定するため、ノマドでモデリングしたデータをブレンダーで開いて保存します。ブレンダーは無料でパソコンにインストールすることができます。今回は簡単な操作でしか使用いたしません。デフォルトで入っている球体を使います。左下のギズモでクマの顔の形に調節します。鼻を作ります。視点を右視点にします。クローンをタッチして複製、大きさを小さくします。ドラッグをタッチ。少し鼻を尖らせます。耳を作ります。シーンから円柱を追加。ミラーをタッチ。緑の丸で高さを調節。ギズモをタッチ。青の四角で移動します。左上のバー、スナップを有効に角度を指定して角度を変えられます。耳の大きさ、位置を調節。体を作ります。顔をタッチ。クローンで複製、ギズモで下に移動させ、スナップを有効にし、縦にします。ドラッグをタッチ、足、お尻、お腹を引っ張ります。足を作ります。チューブをタッチ。曲線をタッチ。不要な点は点同士を近づけて消去。半径をタッチ。チューブの太さを調節します。ミラーをタッチ。ギズモで位置と角度を調節。リップを作ります。シーンから円柱を追加。大きさを調節します。わかりやすいように色をつけます。ギズモでリップの角度をつけます。腕を作ります。チューブをタッチ。曲線をタッチ。太さと角度を調節します。横から見て腕の太さを決めて、上から見て腕の角度を決めます。右の腕をクローンで複製して左の腕にします。ギズモで移動させ、角度を変えます。チューブを編集します。
耳を検証して形を決めます。表面を滑らかにします。シーンから顔のパーツをまとめます。まとめて顔のパーツを選択し、顔の角度を決めます。鼻を複製します。ギズモで大きさを調節。スフィアを追加して目を作ります。顔をクローンで複製して尻尾にします。シーンからトーラスを追加して金具をつける輪っかを作ります。ギズモをタッチし、スナップを90度にして90度回転します。位置を調節。ギズモをタッチして編集モードにし、水色の丸で太さを変えます。リップは分かりやすく名前をつけておきます。足以外の検証していないパーツは検証しておきます。足と腕はボクセル120くらいにリメッシュし、スムーズで滑らかにします。足のミラーを検証します。リップ以外のパーツを選択します。ギズモで大きさを調節します。リップに対するケースの大きさを決めます。実際のものを画面上に置いてみると考えやすいです。リップ以外のパーツを選択し、結合します。リップを検証します。リップの目のアイコンをタッチし、見えないようにします。すべてのパーツをタッチしてブーリアンをタッチ。リップの部分が取り除かれます。フォルダのアイコンから STL に保存します。ブレンダーを開きます。元から入っているものをデリートで全て消去します。ブレンダーをミリメートル表記できるようにします。ブレンダーのシーンから単位をクリック、単位の倍率を 0.001 にします。長さをミリメートルに。リューポートオーバーレイのスケールも 0.001 に。ファイルからノマドで作った STL を開きます。ホイールを回すと拡大縮小、
ホイールを押しながら移動すると視点の角度が変わります。シフトを押しながらホイールを押すと画面移動します。リップの直径がよく見える位置まで視点を移動させ、右のパースのアイコンをクリックし、正車投影にします。左のバーからスケールを選び、丸の幅をドラッグして測ります。今は 0.25mm なので、入れたいリップが 16mm の場合64枚しなければなりません。クマのパーツを選んだ状態で S と64を入力します。大きくなりました。幅もだいたいリップが入る大きさになりました。STL 形式で保存します。ご使用の 3D プリンターのスライサーに読み込ませ、出力します。完成。